私の専門は財務会計論です。慶應義塾大学商学部の木村太一です。会計というのは、企業の経済活動を勘定科目と数値とによって表現する行為であると考えることができます。企業の経済活動を勘定科目と数値とによって表現するとき、それを会計処理と言ったりするわけですが、そうした会計処理を行う際、あるいは会計処理の方法を定めるルールである会計基準を設定する際に、我々が実は暗黙裏に置いている前提や規範を明らかにすること、それが私の大きな関心事です。具体的には、企業の資金調達などに伴って生じる貸借対照表の貸方項目をどのように分類して表現するかといった問題や、企業に資金を提供した人たちの間の富の移転を会計上どのように表現するかといった問題を多く検討しています。こうした問題を対象として用いながら、先にお話しした会計を行う際に我々が暗黙裏に置いている前提や規範を明らかにするために、例えば負債と資本との区分といったルールの設定が難航しているような会計処理について、当該ルールの成案が公表されるまでに提出されてきた意見などをサーベイして、その対立点を抽出したり、あるいはある経済活動に対する会計処理として現在用いられていない架空の方法を作ってみたりして、そうした架空の会計処理方法と比較することで、現行の会計処理が置いている前提を探ったりしています。また、そうした研究をする際に私が注目しているものが複式簿記の存在です。複式簿記は企業活動の記録方法であり、当該複式簿記による記録に基づいて会計は行われています。複式簿記は一つの企業活動に対して左右に最低一つずつの記入を行う特殊な記録方法であり、会計という表現方法の手段である複式簿記の特徴が表現できることに少なからず影響を与えていると私は考えています。規範の対立は表現したいことの対立と言えますが、その他に表現したいことと表現できることとの間にも対立がある、あるいは表現したいことに対して表現できることからの制約というものがあると考えています。そしてそうした制約は複式簿記という記録の仕組みによって生じていることもあるのではないか。そうした手段としての複式簿記がもたらす制約を明らかにすることには意義があるのではないかと考えています。また、複式簿記による制約があるからこそ、その制約下で表現を行えるように概念を解釈し直したりするわけです。もちろん、そうした拡大解釈をむやみに肯定することは危険ですが、その一方、そうした新たな解釈が受け入れられれば、それが新たな規範や前提となります。複式簿記のもたらす制約は、そうした規範や前提を生み出す原動力になっているとも考えています。一応会計試験に合格しているのですが、受験勉強の際に商品売買のような単純な取引はもちろんのこと、企業の合併といった取引まで記録できる複式簿記の柔軟さに驚くとともに、逆に複式簿記で記録できないものはないのかな、あったら探してみたいと思ったことがきっかけです。もちろん話はそこまで単純ではありませんでしたが、そうした当時の発想が複式簿記が会計にて表現できることに影響を与えているという観点に結びついているものと考えています。